皆さんこんにちは。 STI の篠田です。今回お呼びしているのがこちら STI の片岡さんです。マフラーのエンジニアなんですけれども、そう今回のテーマはマフラーです。マフラーっていうと音、エキゾーストノートっていう言葉がねよく思い浮かべるんですけれども、音だけじゃないですよね。そうですね。マフラーにはいろいろな魅力がありますので、今日はそのマフラーの持っている魅力についてお話できたらいいなと思っております。わかりました。これはこのシャッターの奥にいろいろと準備されてるってことですかね。バッチリです。わかりました。それでは皆さんも一緒に行きましょう。すごいじゃん。結構あんなに用意してある。こちらにですね、マフラーの構造を説明できるものを準備してきました。ありがとうございます。これだけ揃ってると構造に対しての質問とかもしやすくなるんですごいやりやすいです。ありがとうございます。ただ一つ気になることがあるんだけれども、はい。あそこにあるのってニュルのマシンですよね。そうですね。はい。今回はエキゾースト関係の回なので、せっかくなんで、ニュルマシンのエキゾースト音っていうのも聞いてみたいんだけども、そういうのっていけたりするものなんだろうか。大丈夫です。大丈夫？はい。いや嬉しいな。まさかニュルマシンの音が聞けると思わなかったんでね、いや本当にありがとう。はい。じゃあもう今回せっかくなんで、篠田さんエンジンかけてみますか。僕がはい。僕がかけていいの？どうぞ。僕乗るのね。はい。すごい嬉しい。うわありがとう。もうこのまま乗り込んじゃって大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。どうすればいいんだろう。ですね、まずね、まずオンにしてもらいたくて、ここを押してください。はい、これを一回押してもらうと、電源が起動します。はい。はい。それで、はい。で、これもう準備ができてますので、はい、あとはもうスタートボタンを押していただければ、エンジン上がります。では行きます。はい。思ったよりこうのぶとい音がするけど静かっちゃ静かなんですね。そうですね。少し吹かしてみてもいい？そう。レスポンスがすごいいいですよね。はい。うわこれはすごいわ。いや感動だわこれは。いやありがとう。ニュルのマシンのこうエンジン音、こうすごく迫力があったんだけれども、アクセルを踏んだ時のレスポンスの良さっていうのにすごく違いを感じて、実際レースカーと量産で使っているマフラーとかとは全く構造とかそういったもの違うものなんでしょうか？基本的にこのニュルのレースカーも普通に乗ってもらっている車のマフラーについても構造自体は基本的には一緒です。なるほど、はい、あとは具体的にどこの音を落としてあげるのか、どこの音を出してあげるのか、左右がですね小さい音から大きい音になっていく、で上下が、低音から高音、このところで音色と音の大きさどれぐらいのところがあるのかなっていうのがちょっと分かるマッピングをちょっと作ってみたんですけれども、はい、まずスバルのノーマルマフラーはどの辺になるのかっていうのをまずこの辺に、じゃあ仮にちょっとスバルのノーマル品、なるとします。なるとするとですね、STI はですね、今目指しているところはですね、より軽快感のある音をちょっと出したくてですね、この辺りのところですね
を目指していきたいなと。あ、なるほどなるほど。はい。初代のインプレッサーから、STI スポーツマフラーやっているんですけれども、昔のイメージを持っている方だと結構音が大きくてどこどこ行って、そうですね、はい、音が大きいなっていうイメージがあるんですけども、じゃあその辺っていうのがね、おそらく多分この辺りになるんじゃないのかなっていうふうに思っています。低くて大きな音っていうイメージが印象としてはありますね。かなと思います。はい、そこもあったんですけれども、やはりですね、やっぱり時代の変化というところもありまして、ここからですね、STI が目指していっていたものが最近はこういうふうにシフトしてきています。この音って具体的に何を目指しているのかっていうところなんですけど、アクセルレスポンスに合わせて音が大きくなっていく、リニアに音が大きくなっていくようなマフラー音っていうのを目指しています。なるほど。そのエンジンの回転数に合わせてちゃんと音もそれに呼応する形で出てきますっていう、そういう音作り、結構そこら辺のバランスを取るのって難しいですよね。すごく難しいですね。はい。いや、こういう中でどういったところをいじって音色、音とかって作り込んでいくのかっていうのは僕はすごく不思議に思ってたんで、意のままに動ける、運転がより楽しくなる、そういう車になっていければいいなと思っています。音はですね、大きく分けて3つ要素があるのかなって思ってます。3つ。はい。1つがですね、音圧、音の大小、大きさですねが1つ目あって、で2つ目がですね、音の周波数、音の音程で言えばいいのかな、音の大小があると思います。3つ目がですね、音色、いろんな音の組み合わせというところでハーモニクスっていうところがあって、その3つの要素が音としてあるのかなっていうふうには思っています。なるほど。こういうふうにちょっと時間足りなかったな。よいしょ。ちょっと簡単なざっくりなんですけども、これ上下があって、こっちが時間、はい、でこれが音圧、大きさですね。大きさですね。はい、大レベル。これ波が小さければ、音が小さくなるよっていう。なるほど。はい、この上下の振幅幅が多い方が音が大きいっていう意味ですね。はいはい。でこれがですね、マフラーとして音を下げる要素としてはこういうマフラーを置いて、ここで音を下げていくっていうところが、マフラーの役割かなと思っています。はい。はい。そのエンジンの音っていうのは、エンジンが燃焼するときにピストンから押し出された排気のこの音、燃焼したときに爆発して発生する衝撃音と、排気バルブが開いて閉じる時の、その時の音とか、そういうところが混ざって音が出力させます。そうか、爆発だけじゃなくて、そこで作動している各機関の音も含めて音として出てるって、そういうことですね。はい。でそれがですね、音源になっていると思います。はい。なるほど。でこれがエンジン音、エンジンの音ですね。これにですね、伝達音とも言うんですけれども、排気の管の持ってる長さの共鳴ですね、が影響しているんですけども、じゃあその音って何かなというと、多分皆さん楽器とか演奏された方分かると思うんですけど、管の長さと温度、それがですね一番影響してきてるのかなと思います。なるほど。ここにちょっといろんなパイプちょっと用意してきたんですけれども、例えばですね、このパイプ短いですよね。こうやって叩くとですね、こういう高い音、こうやって出ますよね。あーっていくと結構出ると思うんですけど、じゃこれがこっちの長くなりますよね。多分2倍くらい、3倍くらいかな。もっとありますよね。3倍ぐらいですかね。じゃあこれですね、叩くとどんな音するかというと結構長いですよね。ちょっと比べてみてもいいですか。ちょっと私がこっち叩くので、はい、じゃあこっちで、全然音違いますね。
このようにやっぱ長くなると波が行って帰ってきてくる時の波形もですねやっぱ変わってくる。ああ、なるほど。はい。これは普通の管楽器とか同じ原理っていうのがこのマフラー管でも起きてます。そうですよね。はい、でそれってエンジンがあります。ここから出てきた音がですねずっと排気管をずっと伝わってきて出口まで出てくるんですけども、その中にいろんなところにこうマフラーを置いてあげて、ここでこういういろんなそれぞれのパイプでこういう音の波形が出てくるんですけども、この音の管の共鳴も影響してきて、共鳴周波数とですね、あとこのエンジンの音源がこれが重なって最後このマフラーの最後の音として音色として出てきます。ああ、なるほど。はい。じゃあそういう中間的なそのパイプの、はい、やっぱり長さだったり、はい、あとは温度、温度、はい、エンジンが冷えてる状態の一発目の始動の後の音と、完全に暖気が終わって走ってる時の音、多分違いますかなと思うんですけど、そうですね、違いますね、はい、そこってやっぱエンジンの排気ガスの温度であったりとか、排気管の持ってる温度であったり、そういうところの温度の違いがあって走り方によって音色が変わるっていうのはこういうところが影響してきてます。そういうことなんですね。はい、結構その伝達音っていう言葉初めて聞いたんですけれども、はい、確かに音の特性を決めるすごく重要な役割を持ってんだなっていうふうに今分かりました。はいはい、じゃあどんな音が出てるのかっていうことを考えていくとですね、スバルのこの WXSTI 4気筒エンジンなんですけれども、この4気筒エンジンって1回転クランクシャフトが回る時にですね、エンジンの燃焼って2回ずつ出るんですよ。クランクシャフトが180度スパンで回っているので、でここで1回燃焼します。はい。でここでもう1回燃焼します。っていうことを繰り返すとですね、1回転のサイクルで2回ドンドンっていう音が出てきますよね。その音っていうのがここで1回目のドンとが出ます。でここで2回目の音がドンと出ます。でこれがワンサイクルでドンドンと音が出てきます。でこれがですね回転の次数成分と呼ばれてて、これは1回1次2次で2次成分っていうのが言われています。はい。結構高回転になっちゃうんですけども、じゃあ6000回転回ってる時ってじゃあこれって何回ダダンダダンって音が出ているのか。まずこれ6000回転なのでこれを1秒間あたりに計算し直します。するとですね、100回レブパーセカンド、1秒間あたりに100回転します。これにですね、1回転2回回転するので100回転に2倍します。すると200ダウンっていうんですかね、出ると思うんですけども、これってこの周期があると思うんですけども、これがですね、1秒間あたりに波形がですね200回波形が続いてるってことになりますので、これがですね200ヘルツ、なるほど、はい、っていうのがね出てきます。これがエンジンの、基本の脈動周波数になってて、この音がですねこの音源として出てきています。じゃあこの山谷が200回1秒間の中にあるっていうことなんですね。そうです、こういうことですね。すごいな、そうやって聞くとものすごい数の音がね発生してるんだなと思いますね。じゃあこれって4気筒なんですけど、例えばこれが6気筒エンジン、16エンジンあったと思うんですけど、これじゃあどうなるのって話になるとですね、4気筒エンジンだと2回爆発するんですけども、これがですね60度ごとに回転、60度ごとに爆発をします。1回2回3回、1回転3回ちょっと燃焼が発生します。するとですねここの数がですね3になります。1秒間に1回転するごとに3回ダンダンダンって音を出すんですけども、そうするとですねここが
300Hz なるほど増えてき。ますよね。じゃあ4気筒のエンジンと6気筒のエンジンで音の周波数が違うっていうことなんですね。違います。はい。なるほど。多分もうここで気づいた方多いかなと思うんですけども、例えばこの究極系って12気筒エンジンとか F1 のエンジンとかあるかと思うんですけど、その高い音なんで高い音をするのかっていうと、エンジンの気筒数が増えていくと数が増えていく、基本の周波数が高くなっていくということで、通常の回転でもエンジン音が高い音っていうのが出てくるなるほど。のがこれの計算で分かります。じゃあ周波数が大きければ大きいほど音としては高い音になっていくっていうことですね。なるほど。はい。わかりました。はい。単純に今マフラーがない状態、出てくる音って音大きいですよね。そうですよね。この出てきてる音と、あとはこれの共鳴している音が出て、いろんな波形のこういう組み合わせの音が出てくるんだと思うんですけども、じゃあこれを、このまま出てしまうとやっぱり伴奏をする上では単なる騒音でしかないので、その騒音を下げてあげるということで、このマフラー消音器が出てきます。名称としてサイレンサーっていう風な言葉を使ったりもしますもんね。はい、そうですね。先ほどのことを3つまとめてちょっと書き直してみたんですけれども、最終的にはですね、このマフラーの音って音色っていうところが大きく関与してくるのかなと思ってます。で、これって何かなっていうと、イコライザーの機能なのかなと思ってます。出したい音を出して出したくない音を下げていく、そういう調音のところが最終的にこの電子的なところではなくて、このマフラーの管であったりとか、その要素を使って調音をしていくっていうところが、そのマフラー作りの面白さでもあり、難しいところでもあるのかなっていうふうに思っています。結構やっぱり聞いていると奥が深いですよね。はい、エンジンから出た排気パイプを通ったその反響とかで、やっぱり目立たせたい音とか、あとここはもうちょっと抑えたいなっていうような音があって、それがこう中に入ってきて、この中で調整をしている。そうですね。はい。なるほど。だいたい感覚としては分かったんですけども、じゃあ実際この中でどうやってその音とか、要は音圧とか周波数とかも調整してるんですよね。はい。どうやってやってんのかなって思うんですけど、これって中切ってみたりとかってしてもいいかな。切りますね。いや結構ね、私マフラー興味あって結構ね切ってみたりとかしてるんですよ。はいはい。お切っちゃうんですか。切るんですか。切っちゃって本当に？嘘。いややっちゃいましょう。やっちゃいましょう。おお、見えてきた見えてきた。あ、なるほど。あ、こうなってるんだ。はい。いや結構うまく切れたでしょ。そうですね。ちょっと最初びっくりしたんです。本当に切るのかなと思ったんですけど、やっぱりですね、こうやって切っ
って中身を見てみた方がやっぱり分かりやすいですし、やっぱりちょっと説明もしやすいので、やっぱ切ってよかったなっていうのは思いますね。ああ、よかったです、はい、ね、怒られちゃうかなと思ったんですけどもまあ怒られたかもしれないですけどこれでちょっとね理解を深めたいと思うんですけれども、じゃあこの構造についての説明をちょっとしてもらってもいいですか？はい、わかりました。ですね、まず中間パイプからこうガスがずっと流れてきて、ここのパイプを伝ってこの中に入ってきます。でまずここにパンチングのパイプがあるんですけれども、ここから排気ガスがこう出てきます。はい、はい、でこの流れたガスがですね、ここの板を伝ってこの大きな全体の部屋に入ってきます。でここ流れたガスが今度はここに真ん中にパンチングのパイプがあるんですけども、ここからここに吸い込まれていって、でここでですね左右に分かれます。左右に分かれたガスがこういうふうに流れていって、で最後このテールにから出ていくっていうのがガスの流れになっています。はいはい、はい、音としてじゃあどのように流れがなっているのか、排気ガスと同じように、音がですねこういうふうに伝わってくるんですけれども、一度ここで音が出ていきます。はい、で大きな部屋にこう入ってくるんですが、はい、ここの部屋がですね拡張室というふうに、拡張室、はい、呼ばれています。じゃあそれ何の役割かっていうとですね、小さな部屋から大きな部屋に行くことで、音のエネルギーがですねこう拡散されて小さくなっていく、膨張されてこう音がこう拡散して音が減っていくよっていう、そういう効果を狙っています。ああ、なるほど。はい、例えば、はい、ほらよくひそひそ声みたいなやつで、はい、こうやってると伝わるじゃないですか。そうですね。ただその同じ声量で外すとちょっと聞こえなくなるとか、なんかそういうのに近いような効果がここであるっていうことですね。はい、似たような効果はそういうところでも起きています。あ、なるほどね。はい、それでですね、もう一つこう小さな部屋があるんですけれども、ここってもう行き止まりの部屋なんです。そうですね。はい、でこれ何かっていうと、まあ我々は一般的に共鳴室というふうに、共鳴室、はい、呼んでいます。はい、じゃあこれは何かと言いますとですね、最初の音の概要の話をした時に、出したい音出して下げたい音下げるっていうことをお話ししたかと思うんですが、イコライザーっていう、そうです、イコライザーの機能、はい、で特定の音を下げてあげるっていうことをここでやっています。はい、具体的にはですね、ここからの音のエネルギーがこうずっと音の波がずっと伝わっていくんですけども、ここで音がね反転するんですよ。反転、はい、反対の音、あと逆位相ってよく言われてるんですけども、反転の音を出します。反転にグラフ書いて分かりやすいかな。よいしょよいしょ。こういう音が入ってきてるとすると、この部屋の中で反対の音、こういう音がね出てくるんです。ああ、なるほど。するとこれどうなるかっていうと、打ち消し合ってゼロになる。なるほど。はい。これがですね、この特定の周波数なんですけれども、その周波数を落としてあげて、音を打ち消して消してあげる。で消した音がここでまた流れてきて、でここでまた広がって出ていくっていう仕組みになっています。ああ、なるほど。この場所を使ってさっきのイコライザーみたいに目立たせたい音とか、あと主に消したい音とかそうですね。をここの場所で調節をしているってとこなんですね。そうですね。はい。でその流れがですね、ここからまた出ていって、でここで音を下げていって、その音がですねまたここで出ていきます。でもっと細かいことを話をしてしまうと、本当にあったここの排気のこの長さとかでもまた先ほどのお話しした管楽器と同じ理論で音色とかも決まってきますので、この長さの設計とかそういうのもポイントになってきますね。うわー、すごい緻密なことをやってるんですね。これはやっぱり開けてみてよかったなと思うんですけども、ここまで細かく作ってるとは思わなかったですね。この仕切りみたいなのの広さとかでも音が変わったりとか。変わります。なるほど。はい。いや本当よく見てると本当楽器みたいだなって思うんですけれども。そうですね。例えばね、バイオリンで言えばストラディバリウスとか、超高額楽器とかありますけれども、ああいうのってやっぱり
こう奏でる音色っていうのがものすごく豊かであったりとか、染み入るだったりとか、そういったもので評価をされているものだと思うんですけど、マフラーもやっぱりそういうね音色という点で言えば似たようなとこありますよね。そうですね、もう見た目からしてもはやもう楽器の世界になっているのではないかなとやっぱ思ってまして、本当に車の後ろに楽器をつけて走ってるようなのを想像してもらえるといいのかなと思っています。楽器って考えるといい音色を出すものが欲しくなるので、よく考えられたものっていうのをね選びたいなっていうふうに思いますよね。はい。皆様いかがでしたでしょうか。マフラーの性能や機能、そして音色の作り方など非常に複雑なことがよく分かりました。エキゾーストノートというのは車の声のようなものだと思います。どうか皆さんも音色を聞いて車と対話をしてドライビングを楽しんでみてはいかがでしょうか。さて次回の STI パーツ学園では足回り編を掘り下げていきたいと思います。楽しみにしていてください。それではまた Anytime with STI パーツ学園でお会いしましょう。